使池高原に行こうと決めたその時から、旅はもう挑戦の連続でした。6時に東京駅へ向かう電車に乗って、6時半の新幹線で中野へ、9時に使池高原行きのバスに乗り換え、10時にはロープウェイへ。窓の外の景色は街から街へ、田んぼへ、そして森へ。疲れて眠ってしまい、目を覚ますと、窓の外には山々が重なり合っていました。まるで山肌に絹をかけたようで、山の頂に白い雪が残っていました。春夏秋都很好看。ロープウェイの中で小さな換気窓に顔を寄せて外を眺めました。山のふもとの町がだんだん遠ざかり、深い森が私たちを包み込みました。ロープウェイは一駅ごとに登っていき、世の中のにぎわいは少しずつ遠ざかっていきました。心の中は喜びでいっぱいでした。今天几点钟起床的呀？4点半。你这一路上睡了多长时间？1个小时吧。雲がすぐ近くに優しい姿で私たちを見守っていました。よかったらお求めください。でこれで到着しますけれどもね、駅をねちょっと見まして右手で出ますと出口になります。ね、長い道のりを経て、やっとハイキングの出発点に到着しました。使池自然園。ここは山小屋です。お客さんと世間話をする店の人、ベンチでアイスを食べている旅人、蝶の名前を教えてくれたおじいさん、安いレストランをそっと教えてくれたおばさん。そんな瞬間が大好きでした。スタッフさんが教えてくれました。園内を歩くのはだいたい4時間がかかると、食べ物があるのはこの山小屋だけ。なので、まずはお腹を満たしてから出発することにしました。山で一番よく見かけるのはお蕎麦。旬の野菜で作った天ぷらが乗っています。この山小屋は登山者に無料で飲み水も用意されています。お腹いっぱい食べた後、園内へ入りました。木の道を歩いていくと、その景色は尾瀬高原を思い出させました。平原が目の前に広がり、遠くには静かな森が広がっています。湿気の小道を歩きながら、雲の影と光が湿気の上をゆっくり流れていきました。私たちは木のベンチに座り、雲と光、風で草の遊びをじっと眺めました。山の雪解け水が小さな泉となり、川に沿ってゆっくり流れていきました。川底には丸い石がたくさん眠っていて、時々イワナが光の中にすっと泳いでいきました。
この場所の植物はまるで図鑑のように豊かで、私は何度も足を止められました。しゃがみ込んでじっと見つめました。这个树是被雷劈了吧？北アルプスの姿は霧に隠れてしまい、霧が晴れるのを心待ちにしていました。でも、霧がどんどん濃くなっていきました。山の稜線にはまだ雪が残り、もう8月だというのに、その雪はまだ溶けていませんでした。日間の頑張りの後、ついに山頂にたどり着きました。遠くの景色は薄いベールに包まれ、近くにはさっき歩いた湿原が広がっていました。休憩の時、私はトンボを一匹捕まえました。そのトンボは首をかしげて、びっくりしたように私を見ていました。下山の途中、崩れた木道を通り過ぎました。这是小小的山体滑坡吧？よいしょ。よいしょ。ロープにそうで，还是拽着绳子比较好。私たちがロープをつかみながら慎重に歩きました。1時間半ほどして無事に平原まで戻ってきました。帰り道でもう一度湿原の優しさを感じました。それは柔らかい布団のようにそっと私の心を包み込みました。旅の最後はお土産屋さん。ざっと見て回った後、帰りのロープウェイに乗りました。まだ平原の景色を思い出していた時に、一筋の光が雲を突き抜け、山の斜面に降り注ぎました。傷ついたガラス格子に山のふもとの町が光に包まれるのを見ました。皆さんもこんな素敵な瞬間に出会えますように。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。